どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこの発売されたばかりの iPhone 14 Pro のカメラ性能をいろいろ検証してみようと思います。ここ数年の iPhone はいろんなね機能が搭載されたりはしつつも、やっぱりね皆さんが気になるのは一番使ってるであろうこのカメラの性能かなと思いますので、今日はこの iPhone 14 Pro のカメラでどんな写真が撮れるのか、またねミラーレス一眼カメラと比べてねどんなもんなのかっていうね、そういったあたりをレビューしてみたいと思ってます。僕は普段 YouTube 撮るときに使っているこちらのカメラ、今ね目の前にある α7S3 というカメラなんですけど、このカメラと比べてどれぐらいね遜色ない写真が撮れるのかっていうのをね検証してみたいと思います。この数日で結構な枚数写真ね撮ってみたんですけども、いやね iPhone 14 Pro のカメラねだいぶすごいですよ。めちゃめちゃ綺麗に撮れます。後ほど詳しく写真を見ながら細かなレビューもしていくんですけども、まずは作例を見ていただいた方がどんな写真が撮れるのかってね分かりやすいと思うので、作例をねお届けしたいと思います。本当ミラーレス一眼と遜色ないぐらいのね写真が撮れるので、今回も以前好評だったこの iPhone 14 Pro で撮った写真と今使っているこちらの α7S3 というねミラーレス一眼で撮った写真を2枚並べて、どっちが iPhone 14 Pro で撮った写真かっていうのを当てるクイズを用意しましたので、まずこちらからご覧いただけたらと思います。この iPhone 14 Pro のカメラと比較するミラーレス一眼のカメラはソニーの α7S3 と、あとレンズはタムロンの 17mm、28mm の望遠レンズをメインに使いました。さあ皆さんね、どちらが iPhone 14 Pro の写真か当ててみてください。ではクイズスタート。はい、以上です。全部で10枚ありましたが、皆さんね iPhone 14 Pro の写真当てられましたでしょうか？どうですかね。 iPhone 14 Pro の写真もねこのミラーレス一眼と遜色ないぐらいねいい写りだったんじゃないかなと思います。写りがすごいっていうのは分かっていただけたんじゃないかなと思いますので、ちょっとね一枚一枚写真を見ながらレビューをしていこうかなと思います。ちょっと細かいところをね見ながらお話ししていこうかなと思います。はい、まずご覧いただいているのはこれは α7S3 の写真ですね。やっぱりね結構こう細かいところまでかなりね綺麗に鮮明に出てますよね。こちらが α7S3 で撮ったもので iPhone で撮ったのがこちらですね。
どうですか？見た感じ全然違いないぐらいに綺麗じゃないですか。ちょっと細かいところ見ていきますけど、すごいんですよ。ここまで寄ってもちゃんとねこの文字とかもちゃんと確認できるし、あと上のこういった細かい部分もね鮮明に映ってますよね。さっきの α7S3 と遜色ないぐらい細かく表現されてるんじゃないでしょうか。かなり繊細な写りしてるんじゃないかなと思います。Apple RAW で撮ってライトルームに取り込んで多少加工はしてるんですけども、色味を変えたりとか角度を変えたりしてるぐらいで、ライトルームで現像してから特にこう加工らしい加工っていうのはねしてないんですよね。なので iPhone の取って出しの写真でもねこれぐらいのクオリティで表現されてるって考えてもいいんじゃないでしょうか。これぐらいね綺麗に鮮明に写ります。で続いてこれはスカイツリーの足元の部分をかなりね望遠で撮ってる写真ですね。こちら α7S3 で撮っていて、望遠で 200mm ぐらいで撮ってたかな。これは多分28mm、200mm の望遠レンズで撮ってるんですけど、結構ねこの人気のスポットでかなり遠くから撮ることでこう圧縮効果っていってね、手前の信号機とかと奥のスカイツリーの足元の部分がこうギュッと圧縮されて写せるスポットがあるんですけど、そこから撮った写真なんですが、でこの迫力ってこうミラーレス一眼とかじゃないとね出せないとこだったりしたと思うんですけど、 iPhone で撮ったのがこちらです。これはねさすがに望遠なので解像度がね少し荒くなってこう滲んだ感じになってしまったりはしてはいるんですけども、でもかなりこれ再現性あるというか近い構図で撮れてるんじゃないでしょうか。こっちミラーレス一眼ですけど、さすがにここまでね綺麗にはね撮れなかったですけども、でもかなりね近いところまで肉薄した写真が撮れたんじゃないかなと思います。いやこれねスカイツリーのこのスポットすごいですよね。インスタとかで割と人気な構図なんですけど、これだけの大きい建物がねドシーンとこう構えてるっていうね圧巻ですよねこの構図は。はい、iPhone でもこれぐらいの写真撮れますね。ただやっぱりかなりズームしてるので解像度はね少し下がりますね。はい、続いてこちらスカイツリーの一番上のところですね。一番上のところが霞に向かってねこう光が放射状に放たれていてめちゃめちゃ綺麗だったので、これも望遠レンズを使ってね撮りました。こちらがミラーレス一眼で撮った写真。すごい綺麗ですよね。この上の部分とかなんかレインボーに光ってたんでやたら綺麗でしたね。でこれを iPhone で撮るとこんな感じです。どうですか？ iPhone 結構綺麗じゃないですか。この一番上のところこそ少しこうグラデーションというか、さっきの放射線が綺麗に映らなかったりとか、これはねもしかしたら設定もっと細かくしていったら綺麗に映せたのかもしれないんですけど、パッと撮った感じだとこれぐらいになっちゃったんですが、でもねちゃんとこのレインボーの色とかはね出てますし、あと下の方ですね、下の方のこの陰影すごい綺麗に出てると思うんですよね。これ夜7時とか8時ぐらいだと思うんですけど、それぐらいの時間にもかかわらずこれぐらいね明るく撮れるというね、なかなか綺麗な写真が撮れたんじゃないかなと思います。こっちが α7S3、 こっちが iPhone 14 Pro、 なかなか綺麗ですよね。はい、続いてうちの犬ですけど、こたつくんですけども、こちらがミラーレス一眼で撮った写真で、こっちが iPhone 14 Pro で撮った写真ですね。どうですか？これ結構近い感じになってますよね。こちらは F 値かなり開けて撮ってるんで、後ろがね綺麗にボケていて、こう玉ボケもね綺麗に見えてると思うんですけど、あとねこたつのこの輪郭の部分も綺麗に出ていて奥行きが感じられるような写真になってると思います。でこれがミラーレス一眼で撮った写真で、こちらが iPhone 14 Pro で撮った写真。これポートレートモードで撮ってますけど、やっぱりねポートレートモードで撮るとどうしてもこの耳のね周りとかここがやっぱ疑似的にねぼかしてる形なので、後ろと少し滲んでしまうような感じ、ちょっとなんか疑似的にぼかしを作ってるのがバレてしまうような写りにはなるんですけど、拡大しないで見た時はねなんか割と綺麗にボケてるように見えますよね。ちゃんと顔にフォーカスがあって、で背景が綺麗にボケている、こういう感じでね映ってますよね。これ見比べなかったらねどっちがミラーレス一眼で撮ったかってねパッと見分かんないですよね。全然これもミラーレス一眼で撮ってるように見えますよね。はい、iPhone 14 Pro だとポートレートモードだとこれぐらいね綺麗に一眼カメラで撮ったかのような綺麗なねボケ感出せます。であとこれ東京駅ですね。これは東京駅の向かいの切手の屋上っていうんですかね、展望台のところから写真を撮ってますけども、夕方6時ぐらいですかね、
日が落ちかけてきたところで撮ったんですけど、東京駅ねめちゃめちゃ綺麗ですよね。はい、こちらミラーレス一眼で撮ったものになっています。でこれが iPhone 14 Pro で撮るとこんな感じです。これかなりミラーレス一眼と近い写真に見えるんですよね。こっちだけ見せられたらもう全然ミラーレス一眼で撮ったんじゃないかっていうぐらいにきめ細かいねディテールまで表現された写真になってると思うんですよね。ちょっとズームしてきますけども、この窓枠とか細かく出てますよね。これね、めちゃめちゃ寄っていったらやっぱりこう滲んでる感じは多少はあるんですけども、でもこの後ろの奥のビルの窓とかもここまでね綺麗になってます。すごいですよね。アップルローで撮ってるんで、こう空のね微妙な階調とかもすごい綺麗に出ていて、こうガビガビしないとかモアレみたいな感じにならないでね、綺麗に階調が出ていますよね。こっち α7S3 で撮った写真ですけど、こっちももちろんね階調綺麗に出ているのと、ビルのディテールとかもこう見るとなんか iPhone の方が下手したら窓枠とかって綺麗に出てるんじゃないかなって気しちゃうぐらいに、こっちの方が綺麗なんじゃないかって見えなくもないぐらいにかなり鮮明に映せてますよね。人にズームしていきましょうか。はい、この奥の人もこれぐらいの細かさでね見えてますね。さすがに顔まではわからないですが、ミラーレス一眼でもこれぐらい。いやなんかやっぱミラーレス一眼の方がちょっと奥行くと滲んでる感じありますよね。そうなんですよ。この iPhone 14 Pro の方は画素数が4800万画素っていうねすごいスペックなんですけども、このミラーレス一眼の方 α7S3 は動画とか暗いところでの撮影はね強いんですけども、画素数が1210万画素とね、画素数でいくとこっちより4分の1とかなんですよね。なので、画素数が低いのでこうねガビガビした感じに映ってしまってるっていうのはね多少あるとは思うんですけども、うちのカメラが使うのがこれになってしまうので、画素数でね4800万画素のものと比較するっていうのはできなくて申し訳ないんですけども、でもフルサイズカメラと比べてこれぐらいにね綺麗に写せてるっていうのがね分かっていただければと思います。で続いてスイーツ撮ってみました。これはクリスピークリームドーナツのハロウィン仕様のドーナツですかね。このトッピングがカラフルなねこうチョコチップが散りばめられていて、ここがねどんなぐらい綺麗に出るかっていうのをちょっと試したくて撮ってみました。こちらはミラーレス一眼で撮った方で、こちらが iPhone 14 Pro で撮ったものです。でこれもポートレートで撮ってますけども、やっぱりポートレートだといい感じにボケ感も出せて、それでちゃんと手前は綺麗にねこうピントがあって解像感高く映せてるのでね、一眼で撮ったみたいな感じに見えますよね。はい、続いて東京国際フォーラムの廊下の部分になるんですけど、ここがねすごい明暗が綺麗に分かれてる廊下なので、ここをね撮ったらどうなるかっていうのを試してみました。はい、こちらミラーレス一眼で撮ったもので、こちらが iPhone 14 Pro で撮った写真。どうですか？この明暗すごい綺麗に出てると思うんですよね。このね暗いところのこの階調の移り変わりとか、あとは上のこのラインの鮮明さ、こういったところがねこの写真は重要なポイントかなと思うんですけど、かなりくっきりね映し出されてるんじゃないかなと思います。はい、こっちは α7S3 ですけど、こっちの方がねやっぱこの細い線の連続みたいなところはね綺麗に表現されてるかなっていうところではあるんですけども、でもねこう引いた絵で見るとこっちミラーレス一眼で、これ iPhone 14 Pro 全然ね遜色ないんじゃないかなと思いますね。はい、続いて同じく東京国際フォーラムのこの、メインのところですね。これリフレクションを使ってガラスのところにこの上のね蛇腹みたいになっているところを反射させて撮ってるんですけども、これはね解像感高くないとこの綺麗な写真にはならないと思うんですが、これがミラーレス一眼で撮った写真で、こっちは iPhone 14 Pro で撮った写真です。すごい綺麗ですよね。解像感高いからこの細かなところもねすごい綺麗に出てますよね。遠くのこういうフレームのところもあまりねにじまずに映せるので、細かくね見ていけばもちろん少しガビガビしてるところあったりはするんですけども、かなり細かく鮮明に映せてるんじゃないかなと思いますね。この拡大しないで見た時も本当にどっちが iPhone かどっちがミラーレス一眼か本当わかんないですよね。ここもねすごい綺麗に映せましたね。あと噴水ですけども、これは皇居の横の
公園のところの噴水なんですが、こちらね長時間露光ということで少しねシャッタースピードを遅くして、でこうね水の部分がシャーっと水が粒ではなくて線に、ね、なるような撮り方をあえてしていますが、こちらがミラーレス一眼で撮ったもので、同じようなことを iPhone でもやってみました。これは iPhone 14 Pro で撮った写真で、同じくこう少しね柔らかく噴水がね線のようになってると思います。ミラーレース一眼よりね少し粒感が出てしまったりガビガビしてる感じは多少はあるんですけども、でもかなりね近い表現になったんじゃないかなと思います。これは iPhone のライブ撮影を使っていて、ライブで撮った写真ってこう撮った写真のこの上のところにこのタブで、最初これライブになってるんですけど、この長時間露光っていうのを選択すると、撮った後にこの写真をこういう風にね長時間露光で撮ったような写真に編集してくれるんですよね。これ最初ライブのままだとこうつぶつぶした噴水になるんですけど、これをこの長時間露光にするとこのように雫ではなくて噴水がね線のように描画されます。はい、この機能を使ってこれはね撮りました。 iPhone 14 Pro でもねこのミラーレス一眼の長時間露光で撮ったような写真が表現できるっていうのがね分かっていただけるんじゃないかなと思います。なのでねこれも見比べるとパッと見分かんないですよね。あとはこのあれですかね、草木の部分ね、やっぱりこういった細かいところが少しね滲んでしまうように映ったりはするんですけども、こっちがミラーレス一眼、ミラーレス一眼の方がねやっぱり草木は少し綺麗に映せてますよね。はい、それで最後はこちらですね。うちのアガベを撮ってみました。うちの中でもお気に入りのこの形のいいアガベ、白い巨歯という爪みたいな部分、牙みたいな部分がねすごい綺麗に映せてるんですけど、これが α7-3 で撮ったアガベですね。でこれを iPhone 14 Pro で撮るとこんな感じです。これポートレートではなくて普通のカメラで寄って撮ってるんですけども、なのでこのミラーレス一眼に比べるとボケ感がねあまり表現はされていないかなというところなんですけど、でもねこの巨歯とかディテールはねすごい綺麗に映せてるんじゃないかなと思います。これぐらい綺麗に出ますからね。これもねミラーレス一眼に迫る勢いの描画力でね表現されてるんじゃないかなと思います。はい、さっきのねクイズで紹介した10枚はねこんな感じですね。もうかなり iPhone 14 Pro の方も写真クオリティね高いっていうのが分かっていただけたんじゃないでしょうか。あと iPhone 14 Pro はねマクロの撮影もねすごい綺麗なんですよね。ちょっとうちにマクロレンズがないんで比較ができなかったので iPhone 14 Pro だけでマクロ撮影をしたものをねちょっとご覧いただこうと思うんですけど、被写体にぐーっとこう寄っていくと途中からねカメラが自動的にマクロ撮影モードに切り替わって、これでねもうどんどん寄っていって撮ることができるんですけど、すごいですよね。ここまで寄れます。アガベにくっついてしまうぐらいのところまで寄って撮ることができました。アガベのこのね繊維の細かいところも映りますし、あとねこのこたつが寝ていたところをね撮ってみたんですけど、こんな感じで首元にね寄っていって撮ってみたら、こたつのねこの毛の一本一本まですごい鮮明に映すことができました。めちゃめちゃ綺麗ですよね。繊細に映せてますよね。こんな感じで毛一本一本まで寄ってね撮ることができます。僕このミラーレス一眼用にマクロレンズをね買おうかと思ってたんですけどもね、これで十分ですね。十分すぎるぐらいに綺麗にねマクロが撮れるってことがね分かってしまったので、もうねマクロレンズを購入することはねやめました。マクロ撮影はねもう iPhone で撮ります。はい、こんな感じでめちゃめちゃカメラ性能がねいいっていうのが分かっていただけたんじゃないでしょうか。ちょっと今日はね動画まで手が回らなかったので写真の写りの部分にフォーカスした動画にさせていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。今日の動画がね iPhone 14 Pro を購入するにあたってカメラ性能がね気になっていた方の参考になったらと思いまして、こういった動画をね作らせていただきました。もし参考になったら嬉しいです。はい、そういったわけで今日はこちら iPhone 14 Pro のカメラ性能にフォーカスしたレビューをしてみました。このチャンネルでは iPhone など Apple 製品のレビューとかガジェットレビューなんかいろいろやってますので、ちょっとね前に iPhone 14 Pro と一緒に買うと便利なアクセサリー紹介なんかもしていますので、よろしければねそちらもご覧いただきたいんですが、そういったガジェット系の動画興味ある方はですねぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。